では、早速、作業していこうと思います。ブレンダーを立ち上げただけの状態ですね。ブレンダーのバージョンは 4.5.0 です。最初にあるオブジェクトは A で全選択して X でデリートします。左下にショートカットキーを表示しておりますので、こちらをぜひご参照ください。まずはリファレンス画像を読み込むところからやっていこうと思います。Shift A からイメージ、リファレンスで、配布されているこの正面画像をまずは読み込みます。画像が斜めになっているので、一旦 Alt+R で元の向きに戻してから RX90 で正面向かせます。点キーの5番で平行投影にして、点キーの1番で正面からのビューにしてあげます。GZ でちょっとだけ上にしておきますね。この段階でもうキャラの身長に合わせておこうと思うので、このキャラは特に身長決まってないんですけど、150センチくらいでやってみようと思います。Shift A からメッシュプレーンを追加して、タブキーで編集モードに入ってから RX90 エンター GZ1 で1メーター上に上げてあげます。で、一旦タブキーでオブジェクトモードに戻ってから N でサイドのパネルを表示して、で、ここの Dimensions っていうところで板の幅がわかるので、X 軸の幅は 0.1 メートル10センチとかで、Z 軸が高さだから1.5メートルで150センチくらいにしてあげます。これが150センチの参考ですね。で、この画像をこの板の大きさに合わせてあげたいんですけど、トランスフォームのピボットポイントを一旦 3D カーソルにしてあげます。3D カーソルが画面の中央、3D 空間の中央に来るように Shift S でカーソルとワールドオリジンにしてあげてから S キーで小さくします。で、帽子含めて150センチくらいでいいかな。こんなもんですかね。で、パースかかった状態でこの足があって、ちょっとつま先立ち気味になってると思われるので、ここ、足の先っちょを地面のところにするっていうよりは、このくらいの位置に一旦置いておきます。これできたらもうこの板いらないので、X で削除してあげます。これでリファレンス画像、とりあえず正面は読み込めましたね。続いて、カメラを設置していこうと思います。Shift A からカメラを選択して、初期状態で変な向きになっているので、Alt+R で一旦元の向きに戻してから RX90 で正面向けてあげます。で、私はよく左と右でビューを分割して、左がカメラビュー、右が普通のビューっていう風にして作業するんですけれども、一旦それやってみようと思います。マウスのカーソルをビューポットの右上に持ってきた状態でドラッグしてビューを分割します。で、マウスのカーソルが左側にある状態で点キーの0番を押してカメラビューにしてあげます。これがカメラから見えてる状態ですね。で、今度は右側のビューポートの方でカメラを移動して顔が正面に来るようにしてあげます。で、今はカメラ横長になってるので、プリンターのアイコンのところで解像度が変えられるんですけど、ここで縦横同じ数値にしてあげたら正方形になります。正方形の方がやりやすいと思うので、正方形でやっていこうと思います。で、カメラアイコンのタブからフォーカルレングス変えられるんですけれども、80ミリにしようかな。80ミリにした状態で前後ちょっと移動させて、
顔の上の方まで、今回帽子があるので、それが入るくらいの位置まで調整してあげます。で、この瞳の瞳孔の部分がカメラの真ん中に来てほしいので、カメラアイコンのビューポートディスプレイのところを開いて、さらにコンポジションガイド開いて、センターのところにチェック入れてあげます。このセンター、真ん中の横のラインが瞳の高さに合うように、ちょっとだけ位置調整してあげます。こんなもんかな？2に入るように、もうちょい後ろに下げます。これで、とりあえず顔用のカメラの設置は OK です。後から体用のカメラも設置していこうと思います。コレクションもリファレンス画像とカメラで分けておこうと思います。1個はリファレンスで、リファレンスの名前はフロントイメージとかでいいかな。で、新しいコレクション追加して、カメラ。で、カメラをドラッグして、このカメラコレクションの中に入るようにしてあげます。続いて、顔を作っていこうと思います。私はいつもスカルプトで顔を作ってから、その上にメッシュを貼ってリトポするっていうやり方をしてるんですけれども、スカルプトやったことない人は、いやー、スカルプト絶対やりたくないなーっていう人も、まあ中にはいると思うんですよね。だからそういった場合は、一旦ラフに作る。で、それを後から綺麗なトポロジーに変えてあげるみたいなやり方で真似していただければいいと思います。例えば、スカルプトでやるときには、これ今真似しなくていいんですけど、こんな感じで顔の外形を作っていくんですね。で、これが無理なんだったら、例えばキューブ追加して、サブディビジョンサーフェイス2回かけて適用。で、ここからプロポーショナル編集とかで、なんとなく私の画面で見えてるのと同じ形になるようにやっていっていただいても全然大丈夫です。後からトポロジーをきれいにするぞっていう心持ちで、もう適当にナイフカットとか入れてザクザク作っていくのもありといえばありですね。上のくぼみ作って、必要なところでループ追加して、っていうやり方にしていただいても大丈夫です。顔のものすごい外形のところまでは右のやり方でも後でやってみようと思いますが、まずはスカルプトで顔を作る様子をお見せしようと思います。一旦これもいらないので、X 消して、ちょっとカメラが邪魔くさいので、ピボットポイントを、これはちなみに点キーじゃない方のキーボードのピリオドからショートカットで変えれるんですけれども、バウンディングボックスセンターにして S.01 で、ちいちゃいカメラにして邪魔にならないようにした上で表示にしておきます。シフト A からメッシュ UV スフィアを追加して、
これが頭蓋骨の上の部分になるくらいの大きさに調整して、位置もそれぐらいにしておいてあげます。で、スカルプトモードに入って、まずはリメッシュしましょうか。R キーでリメッシュの細かさを変えられます。で、コントロール R でリメッシュができます。スカルプトするにあたって、私はよく使うブラシにショートカットを割り当ててるんですね。こんな感じで1から8までドロー、クレイストリップス、ピンチ、グラブ、スクレープ、インフレート、クリース、スネークフックに対してキーボードの点キーじゃない方のキーボードの1から8にショートカットを割り当てています。ショートカットの割り当て方は、ここのシフトスペースでブラシ一覧が出るんですけれども、そこで右クリックしてアサインショートカットでショートカットを指定することができます。今どのブラシ使ってるかわかんないなっていう時には、画面の右側で表示されるようにしておきますので、これでどれ使ってるかっていうのを見てください。真似したい人はこの通りにやっていただければいいかなと思います。まずはグラブで、画面右上のこのシンメトリー X にオンにしてあげて、画面から見ながらちょっと顎伸ばしてあげます。F キーでブラシのサイズを変えられます。頭蓋骨横側がちょっとフラットな感じになっているので、これもスクレープブラシでフラットな感じにしてあげつつ、初期段階から首をつけてあげましょうか。ちょっと後ろから見たときにこの絵がちょっと邪魔なので、リファレンスの、この絵のアイコンのところを選択して、サイドをフロントだけにチェック入れておいてあげたら、前から見える、後ろから見えないっていう風になりますね。オパシティのところにもチェック入れてあげたら、薄さ変えられます。ちょいっとだけ